さあ今回は久しぶりの雨天の中を京都市左京区の大原にやってまいりました。大原の里のねちょっと雨で霞んでおりますが、坂谷さんはこの大原は何回か来たことあります？いや初めてです。初めてですか。はい。この大原にはね有名な魅力的な寺院がたくさんありますけども、はい、その中でも特に広く知られている三千院、はい、京都大原三千院ですよね。その後は？その後知らないです大阪から車でおよそ2時間、静かな山あいの里で人々の信仰を集めてきたのが三千院です。1200年もの歴史を持つ天台宗の寺院で、境内には国宝の阿弥陀三尊像など多くの文化財が。すごいでしょう。すごいなさらに東洋の宝石箱とも称賛された名刹に残る美しい庭園とは。これから迎える紅葉の時期にもおすすめ、京都大原三千院の歴史と魅力を徹底調査します。さあ三千院にやってまいりました。こちらにですね石碑が立っております、はい、三千院門跡ね。こちらの三千院は門跡寺院の中でも最も位の高い宮門跡と呼ばれているお寺でしてね。三千院の歴史は古く、その始まりは天台宗の開祖最澄が比叡山に延暦寺を建立する際に作った一つのお堂。平安時代になると皇族や公家が住職を務める門跡寺院の中でも出家した皇族が入寺する宮門跡という格式高い寺院となりました。ここの通りもいいですね。もうねこの大原の里っていうのはもう独特のね、何とも言えない静寂な、そして静筆なね、私の大好きな場所なんですけども、参拝客の方のお邪魔にならないよう開門前にやってきた調査隊。普段より静かな参道です。先ほどから立派な石垣に沿って歩いてきてますけども、はい、高いですよねこの石垣。高いですね。この石垣はねお城の城郭なんかで有名な、はい、阿能衆ね。阿能衆、はい、比叡山の麓の坂本、はい、坂本で発達した石工の集団阿能衆というね、はい、その阿能衆の人たちが作ったと言われているこれ石積みなんですよ。すごい技術ですよねこれ。そしてすごい構えでしょこれ、はい、ここが三千院の入り口になります。すごいな。この門ですね、はい、薬医門の形式なんですけどね、実は三千院お寺は、今こちらの場所に最終的に落ち着いたのは明治4年のことなんですよ。あ、そうなんですね。創建以降火災などで各地を転々としてきた三千院。もともと比叡山も近く修行僧の多いここ大原には修行僧らを統括するための政所、つまり管理所が置かれていました。明治に入ると政府により門跡制度が廃止に。それまであった本坊を失ったことでこの大原の地に移ってきたのです。最終的に三千院という呼び名で親しまれるようになったのは、ここに移ってきてからなんですね。そうなんですね。なぜ三千院という呼び名になったかということは、後々中で分かる場所がありますので、ではでは。それでは早速境内へ。見どころが多い三千院の境内ですが、まずは入ってすぐにある客殿を調査。直視玄関が設けられている客殿は安土桃山時代に豊臣秀吉が御所修復の余罪で修築したとも伝わるもので、大正元年に今の姿となりました。調査隊は直視玄関の隣にある入り口から中へ。さあさあ、いよいよそしてこちらのすごい、ここから見えてるお庭を周壁園と言いましてね、この三千院の、代表するお庭の一つです。みたいですね。京都市の名所庭園です。額縁に浮かび上がる木々の色、数百年と人々を魅了してきた景観です。今雨がちょっと強まってきましたけども、雨も十分楽しめます。うわ最高ですね。ちょっと腰下ろしてみましょう。はい、見事でしょう。いや見事ですね。
こちらの周平金はですね、桃山時代から江戸時代にかけての、仏商であり茶人として有名な、金森宗和というね、で人物が習築したと。それまでもお庭はあったんですが、その金森宗和がさらにそれを手を入れたということが言われています。こちらのお庭は池泉鑑賞式のお庭なんです。日本庭園の中心部分にあるのが池泉庭園といいまして、池を配したお庭のことを総称として池泉庭園というんですけども、その池泉庭園3つの類型がありましてね、その一つがこの池泉鑑賞式です。こういう具合に建物の中から眺める、そういう目的のお庭なんですね。あとの2つは池泉回遊式といいまして、人間が回遊しながら歩きながらお庭を楽しむという。で残りの1つが周遊というのは船に乗って回るということです。周平庭園はまさにこの池泉鑑賞式庭園の代表格のお庭です。ずっと座っときたいですね。座っときたいですね。美しい庭園だけでなく、室内には門跡寺院ならではの工夫も。低い鴨居など勅使が訪問した際の防衛策と伝わるものが残されています。そして客殿を進むと三千院の本堂にあたる場所があります。これを階段を上がったところが神殿になっています。一番ですね、この三千院の中でも重要な部屋になりますので、高い場所に上がってくる感じになります。この廊下もいいな。ねこの建物が神殿になります。神殿と言いますと思い出すのが京都御所にあった至神殿ですね。至神殿。京都御所でですね、一番中心の部屋が至神殿、一番重要な部屋です。それに倣って大正15年に作られた建物なんです。だからモデルは御所の至神殿。それを象徴するかのように、神殿の東の部屋には天皇をお迎えするための玉座も、三千院の根幹をなす神殿。中央の部屋にはご本尊薬師瑠璃光如来が安置されています。最澄が彫ったとも伝わるもので、秘仏ですがお前立ちは拝見することができます。そしてこのお部屋がですね、とりわけ大事なお部屋でして、こちらの三千院ではですね、毎年5月の30日にお千奉公と呼ばれるですね、お千奉公、一番大事な法要が営まれます。その場所がここなんですね。お千奉公とは後白河天皇の時代から始められた宮中伝統の法要のこと。江戸時代までは宮中で行われていたものがここ大原で復興され、現在まで受け継がれています。さらに重要なものが、このちょっと上を見上げていただけますか。三千院と書かれています。これは112代の霊源天皇のご神筆です。この直学が元になって三千院と呼ばれるようになったんですね。じゃあ三千院ってどういう意味かという、天台宗のもう基本中の基本といわれる教えの中に、一年三千という言葉がありましてね。一年三千、つまり一年ということは一瞬一瞬の思い、三千というのは世の中のすべてのこと、世の中のすべての出来事、すべての意味という、そういう意味でもあるんです。だから我々のその都度その都度の一瞬の思いの中にも世の中のすべてのものが実は反映凝縮されているんだと。非常に深遠な奥の深い言葉です。この言葉の意味を理解した上で三千院さんをお参りすればまたね、違ったものを感じることができますね。そしてこの神殿の正面に広がるのが、雨にまたぴったりのお庭でしょう。遊生園と呼ばれているお庭です。先ほどのですね周平院と並んでこの三千院を代表するお庭です。このお庭も京都市の名所になってます。素晴らしいですね。この苔むしたね石
世界にヒノキや杉や、そういう木立がですね、歴史をこう物語るというようなね、灰でも多いですから、もう紅葉の時はもう見事です。紅葉の落ち葉が絨毯のように広がります。さらに紅葉を通り越した冬もですね、石鉄の世界素晴らしいです。感動的ですね。感動的です。庭園の奥に見えるのは三千院で最も古いというお堂、往生極楽院です。実はこれらの2つのお堂をつなぐ緑の道にはある仕掛けが。神殿にお祭りされているのは薬師如来様です。東方瑠璃光世界の仏様です。簡単に言いますと、我々が生きているこの世の世界ということ。この世の世界で、極楽の世界は浄土の世界です。浄土の世界。つまりこの世とあの世を結んでるのがこのお庭ということになるんですね。こういうところにも一つの宗教的なコンセプトが隠されてると言いますかね。この世と極楽の間に今いるわけですね。そういうことです。間もいいもんですね。ちなみに三千院にはわらべ地蔵の庭も。去年亡くなった彫刻家杉村隆さんの作品で、苔の世界に見事に溶け込む様が話題となっています。浄土への道を渡った調査隊は往生極楽院へ。重要文化財に指定されている往生極楽院は、もともとは三千院とは別の寺院として建立されたお堂で、三千院の移転の際に取り込まれました。中に入ると国宝の仏様が。すごいでしょう。すごいな。中央に鎮座するのは高さ2メートルほどもある阿弥陀如来像。脇地には静止菩薩、観音菩薩を携えています。この仏様の上の天井を見てください。ちょっと変わった天井になってるでしょう。本当だ。船底天井と言われるね、船の底を逆転したようなね、そういう形式の天井になっています。ですから外から見たら建物の大きさに対して中にちょっと思いがけない大きさの、普通は入ってないと思われるサイズの仏様が入っておられる、そうですね、安置されているという、そういう世界ですね。他にも特徴があり、それが脇地の菩薩が前傾姿勢をとっているということ。一体何を表しているのか、三千院の宇田さんにお話を伺います。これはね、大和座りといって、明治の学者さんが名前を付けたようなんですけれども、ちょっとかしいでらっしゃいます、来訪の形といいまして、来る迎えるとかですね。でつまりこちらへお迎えに来る時に我々の方へあなたのことですよということで、意識を向けてくださっているということで、我々が亡くなる時に、そうですそうです、こういう形でお迎えに来て、で浄土に案内して、極楽に案内していただけるという、そういうことですね、ことになるわけですね。で阿弥陀様はですね、このどっしりと座ってらっしゃいまして、来訪の形は普通立った姿が多いんですけれども、こちらの仏様はですね、大丈夫ですよと、我々に安堵を与えてくださるというお姿がここに表されていると思っていただいて、いや本当になんかすごい優しいお顔をされてますよね。大丈夫って大丈夫だよって言われてるような、なんか気になるというか、こう包んでくれるようなそうですね、雰囲気がありますよね。ちょっと母性を感じるようなね、雰囲気をお持ちですよね。今は見えませんが、かつては天井にも鮮やかな浄土の世界が描かれていたといいます。その絵が宝物館で当時のままに復元されているんです。ということで調査隊は宝物館へ。2006年に開館した円入像。三千院に残るさまざまな文化財を季節ごとに展示・公開していて、鎌倉時代に作られた重要文化財の仏像など貴重な歴史に触れることができます。その中でも圧巻なのが往生極楽院の絵がこれです。うわ阿弥陀三尊像の頭上にこれが描かれてる、それを復元したものがこうなってます。
こんな鮮やかに。そうですね、もともとはね、なかなか見事な絵です、これもね。先ほどの北条極楽院を彩っていた色彩豊かな天井画。赤外線カメラを使った調査により創建当時の顔料のまま復元されました。曼荼羅世界の上にですね、こういう天井とかがですね、音楽を奏でたりいろいろしてるんですね。美しい。神々しい阿弥陀三尊像を拝んで、こういうね周りの絵を見てたら本当に昔の人は、あ、極楽浄土ってのはこういう世界なんやろうなというね、想像を膨らましたんでしょうね。で本当にそういう世界に行けたらいいなというね思いを強くしたんでしょうね。静かな山あいの里で紡がれてきた信仰の歴史。皆さんも三千院で心豊かな時間を過ごしてみませんか？ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報 Z